The Genealogy of Gods, Chapter 5. Ra equals Alaf equals Afura Theory by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. 神々の系図、キング・アヌです。こんな像も最近見つかっています。兄の延期、またの名をエアと言います。弟のエンリルです。地球の支配権はエンリルに渡されます。日本では延期はイザナギ、エンリルはイザナミと呼ばれていました。延期の姉でもあり妻でもあるのがニンフルサグです。人間の親子関係をそのまま当てはめて考えてはいけません。ニンフルサグのまたの名はアナヒータ、日本ではアマテラスと呼ばれていました。ギリシャではアルテミスという名前で呼ばれていました。このニンフルサグ、つまりアナヒータがペルシャの女神だったということになります。そのアナヒータが主神となってマギ教が生まれます。マギ教、つまりマニ教はゾロアスターによって広められたので、一般にはゾロアスター教と言われています。ゾロアスターのまたの名をザラスストラ、そしてまたの名をストダーナと言います。そしてアナヒータは12月25日、ゾロアスター教の冬至祭の日にミトラを処女解体で設けます。ミトライコールマルドゥックということになります。ペルシャを支配した神の中の神、マルドゥック、すなわちラーということになります。言うまでもなく、マルドゥックイコールミトライコールミトラ教を起こします。ミトラはギリシャではアポロと呼ばれていました。ラーイコールアフーラ、そしてアラーフということになります。皆一人の神、ラー、つまりマルドゥックということになります。その一方、地球の支配者エンリルの孫娘にあたるのがイナンナ・イシュターということになります。その後、日本では別名卑弥呼と呼ばれるようになります。ここで注意していただきたいことは、ペルセポリスの碑文にストダーナ・ガウタマあるいはストダーナ・ガウマタという名前があることです。ストダーナ・ゴータマはマギと呼ばれていました。つまりストダーナ・ガウタマイコールゾロアスターということになります。そのストダーナ・ゴータマはダリウス一世の策略に引っかかり、ペルシャを追われ、現在のネパールのルンビニ近くに逃げていきます。そのストダーナ・ゴウタマと人間マヤンの間に生まれたのがセッタ・アルタ・ゴウタマ、別名シッタルタ・ゴウタマということになります。私たちがブッダと呼んでいるその方ということになります。その後、ミトラ教はローマンカトリックの迫害により滅亡し、そしてその一部が現在のチベットに残ります。ミレー、つまり密教となります。
話は少し戻りますが、ゾラスター教、ミトラ教の前世に対抗して、イシュターは兄のシャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げます。それが現在のローマンカトリックへとつながっています。一方、左側の延期の流れを組むイルミナティはその後のフリーメイソンへとつながっていきます。こうして地球を舞台にして左のサーペント族、つまり竜族と右のラム族、つまりレプタリアン族との対立構造が生まれました。そしてそれぞれの流れは、左は現在のフリーメイソン、そして右はローマンカトリックへとつながっていきました。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the supreme God for human beings. Who is he and where is he? 神は一人。そしてその神は決してお人よしではない。人間の歴史が始まるはるか以前からその神はいる。今もいる。そしてこれからもずっといる。おそらく人間が絶滅した後もずっといる。だから神ということになる。というのが私がこれまでのところ得た、つまり行き着いた結論です。で、昨日こんな動画を発表しました。エジプトのホルスはアフラ・マズダーであったと。ホルスの紋章とアフラ・マズダーの紋章が細部に至るまで一致したからです。そのことを基本に鳥頭人間のホルスとアフラ・マズダーを結びつけました。実際アフラ・マズダーの足は棒のように細く鳥の足のようになっています。またその一方で同じ体を持ちながら人間の頭を持った神もいます。一般にはそれもアフラ・マズダーと呼ばれています。それについてはオーバーオールヘルメットをかぶっているためと判断しています。実際そうしたヘルメットがペルシャ周辺で見つかっています。が、ここで問題が生じました。ホルスはイシスとオシリスの息子です。イシスとオシリスがシリウス星人と深く絡んでいることはアフリカのドゴン族に残る伝説を調べてみるとわかります。イシスもオシリスも横長コーンヘッドです。頭が後頭部の方に長いコーンヘッドを私は横長コーンヘッドと呼んでいます。これに対してペルーのパラカスなどで見つかっているコーンヘッドは上方部に頭が長いので縦長コーンヘッドと私は呼んでいます。共に知的生命体の進化系ということになります。となると、ホルスイコールアフラ・マズダーとイコール最高神ということに大きな疑問符がつきます。アフラ・マズダーの上にさらにその上位の神がいることになってしまいます。これをどう考えたらよいのでしょうか。神々の世界は考えれば考えるほど混沌としていきます。ということで、この1625の改訂版1627号を皆さんにお届けします。最高位の神は誰なのか、どこにいるのか、私の謎解きのプロセスをリアルタイムで知っていただきたく、この改訂版の動画をお届けします。私が発見したすべてをこうして皆さんにお届けします。どうか皆さんの判断でご覧ください。で、画面は今そのシリウスの星を占めてるわけですけどもね、シリウス。で、そのシリウスを元にしてイシス、オシリス、ホルスという名前が生まれた。で、ドゴン族の伝説によれば、神々はシリウスから来たということになっています。関連性があるのかないのか、逆に言いますと、ないと考える方が無理なのでしょうかということも考え合わせながら、続くビデオをどうかご覧になってください。それでは、Bye for now.
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. God is one, mystery of Islam. I say here that God is one. We have only one single God. So they say, Allah Akbar. Allah Akbar. 今日はイスラム教の謎について考えてみます。Allah Akbar。神は最も偉大なり。という意味ですね。このアラーフとアフラ・マズダと比較してみます。神の中の神、アフラ・マズダということになりますが、アラーフを3つの音に分解しますと、ア、ラ、フとなります。そしてアフラを3つの音に分解しますと、ア、フ、ラとなります。3つの音が共通しているのがわかります。そして並び替えますと、アラフはアフラになります。アフラ。このように、日本語で考えますと、3つの音が一致する確率はですね、50分の 1×50 分の 1×50 分の1、すなわち12万5000分の1ということになります。普通ではありえない確率ですね。これはただ単なる偶然なんでしょうか。もう一度皆さん見てください。Allah。日本語では Allah と言いますけども、英語では正しくは Allah と言っています。Allah。そしてアフラ。そしてその確率は12万5000分の1ということになります。これは偶然なんでしょうか。Allah というのはアラビア語で神という意味です。もしそうならば、本当にAllah Akbar ということになります。God is the greatest。で、イスラム教と仏教とを比較してみます。今言いましたように、アラフとアフーラは同一神である可能性があるわけですけども、では仏教はどうなのか。ガブリエルがモハンマドに、を指導しているところですね。それがカーバ神殿となって具現化しました。このカーバ神殿というのはですね、イースター島とルンビニをつないだ真一直線間にあります。エラーはゼロと見て良いでしょう。中央に見えるのがカーバ神殿です。そして、これがカーバ神殿ですね。中央にキューブが見えます。そしてこの赤い線がルンビニとイースター島をつないだ線です。この線は真直線にカーバ神殿を横切ります。エラーはゼロと考えます。が、それだけではないんですね。さらにいろいろと偶然が重なるわけですけども、今度はイースター島を見てみます。左がイースター島です。そして、ギザのピラミッドを45度の角度から見た写真がこれです。この写真です。その形はイースター島と一致します。さらに偶然が続きますが、これらは本当にただ単なる偶然なんでしょうか。で、ルンビニに話を戻しますが、釈迦のブッダの生まれ故郷です。アショカ王の石柱が立っていたことで証明されました。この線に注目してください。この線はまっすぐと狂うことなくカーバ神殿を示しています。カーバ神殿から逆にルンビニに線を引いてみられますと、私の言っていることを理解していただけると思います。ルンビニはカーバ神殿を示しています。これらの事実から、二つの事実ですね。イスラム教と仏教はですね、一つの大きなファミリーに属しているということになります。次にウエストポール、ノースポール、イーストポールの話です。これも私が発見したことです。
左下が、ルンビニと、それから右下がカーバということになりますね。で、イースター島とギザをつないだ線がこの黄色い線です。左下がイースター島、右上がギザになります。そして赤い線が赤道です。イクエイターです。この交点をウエストポールとします。世界のライン理論の基準点になっています。今度はその反対側に、今度はギザとイースター島をつないでみます。この黄色い線がギザとイースター島をつないだ線です。そして赤道と横切る点をウエストポールとします。ごめんなさい。イーストポールとします。このイーストポールはですね、地球が楕円球体であるせいなのか、3つ、離れてあります。現在私は北極と桜島をつないだ線を使っています。下へ行くと片手絨毯を通って南極へ行きます。そして、これが北極になります。中央が北極です。時極と北極点とは違いますから注意してくださいね。要するにこの北極とウエストポール、北極とイーストポールをつなぎます。そして北極からまっすぐとカーバに線を引きます。その間の角度を測ってみますと、ほぼ90度と言いますか。正確には 88.34 度になります。で、これについてはですね、私もどうしてここで合わないのかわかりませんけども、北極にはですね、塞差運動というのがあります。26,000年前後に、周期としてですね、北極が動いているわけです。2000年という、年月の中でかなり動いたと考えられます。ですからそういうことも計算に入れて北極は見なければなりません。北極を考えるときはですね、いつも、多少のエラーが出ます。結論ですが、以上のことを考えていきますと、アラーフとアフラとは、偶然の意思とは私は考えていません。神の中の神、それがアフラ・マズダーということになります。が、それがイコール、イスラムの神ということには、結びつきませんけども、偶然の一致と片付けるには少し無理があるのではないかと考えます。なわち、The God is only one. 神はただ一人。アフラ、アラフ、アクバールということになります。続いて、ルンビニの謎のビデオをつなげておきますから、興味のある方はどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Ahura Mazda, the god of all gods. Ahura Mazda is the Avestan name for the creator and sole god of Zoroastrianism, the old Iranian religion predating Islam. On the other hand, Horus is one of the most significant deities in ancient Egyptian religion, who was worshipped from at least the late pre-dynastic period through to Greco-Roman times. Ahura Mazda and Horus appear to be the same deity with a bird head and 2 or 4 wings. エジプトの最高神、ホルスはアフラ・マズダだった。ホルスは鳥の頭と羽を持った超等人間となると、アフラ・マズダはどうだったのかということになります。そのヒントがアッシリアのニムルードの壁画に残っていました。ニムルードの壁画に頭は鳥、体は人間のレリーフが残っていました。で、この頭は鳥、体は人間の神がアフラ・マズダーかどうかということが問題ですね。が、その答えは足にありました。この頭が鳥、体は人間の神の足は異様に細く歩行補助装置をつけていました。これが歩行補助装置であることは、細い足イコール鳥の足ということになります。同じ足を持った他のレリーフと比べてみると、それがわかります。鳥の頭を持ち、足が細く、歩行補助装置をつけた神がアフラ・マズダーということになります。
が、その一方で、歩行補助装置をつけながら、頭が人間のレリーフもいくつか残っています。これはアフラマズダなのでしょうか？が、その謎も古代の神々はオーバーオールヘルメットをかぶっていたと考えると簡単に解けます。画面を見ながら説明します。皆さんをペルーのナスカへ案内します。ナスカには無数の直線が書かれています。滑走路です。その中でも特によく目立つ直線がですね、グランドクロスと呼ばれている、大十字架ですね。2本のラインです。まっすぐ上へ行きますと、ティオティワカンのすぐそばのポプカティ・ペティ山へと行きます。が、この横線を、ずっと右へ行きますと、エトフ、エジプトのエトフへ行きます。いわゆるエトフ神殿のあるエトフです。ホルス神殿とも呼ばれています。上がポプカティ・ペティ山ですね。そして右がエトフです。すなわちエトフはそれだけ重要な拠点であったことがこれでわかります。これがエトフです。ホルス神殿とも呼ばれています。近年になって発掘されました。これがホルスです。エジプトの最高神ということになります。頭が鳥で、体が人間で表現されているのもあります。その理由は後で簡単に説明します。こうしたヘルメット、オーバーロールヘルメットも見つかっています。そしてこのホルス神殿にはいろいろな神々が彫刻されています。長頭人間ですね。コーンヘッドメン。それから銃頭人間。頭が銃の人間も描かれています。その中でもこの神殿の中でも神殿と言われているこの特に重要な間があるんですね。そのカモインですね。こんなレリーフが彫ってあります。少しわかりにくいんですけど、中央に頭の大きい、エイリアンが彫り込まれています。で、右の方に銃頭人間、そして最後尾に人間がいます。この頭の大きいエイリアン、私は以前ラージヘッドと呼んでいましたけども、これは誰かということですね。その後に長頭人間が席を連ねています。で、この長頭、ごめんなさい、ラージヘッドの正体が分かれば神の中の神が分かるということになります。これは誰かということですね。で、右の方に銃頭人間がいます。銃のけだものの頭ですね。そしてこれが誰かということですよね。で、もう一度このレリーフを見ていただきたいと思うんですけども、この序列を見ていただきたいんですけどもね、中央にいて大きいですね。そして一番右にいるのが、これが人間です。人間が最後尾にいるということですね。銃頭人間よりも位が低かったということになります。そして左の方行きますと、長頭人間が列をつなれていると。そこでこの神は誰かということになるわけですね。頭大きいから、頭の大きい、彫刻、あるいは彫刻をいろいろ探してみたんですけども、見つかりませんでした。で、もう一度皆さんをエトフの、エトフ神殿へと案内します。ナイル川沿いにあります。で、これが先ほど言いましたようにグランドクロスのですね、横線がこの場所をまっすぐと示しているということです。このエトフには奇妙な、なんて言いますか、庭って言います。庭っていうか、なんて言うんでしょうかね。線が描かれています。それは今日は、精査しませんけども、これがエトフ神殿です。ホルス神殿ですね。いわゆるエジプトの古代の神の中では、神の中の神ということになります。これがエトフ神殿。こうした奇妙なラインが描かれています。ついでに言っていきますと、豊川稲荷のですね、境内の、参道もですね、これに似た形をしているということを以前発見しました。で、これがホルス寺院、あるいはエトフ神殿と言われています。で、このホルスの、長頭人間、鳥の頭を持った神ということですね。これがホルスです。で、ホルスというのはですね、最高神であることはもうこれは間違いないわけですよね。で、ホルス信仰というのが近年までなされていたと。ホルスはエジプトの最高神であり、少なくとも前史時代からグレコローマン時代にかけて崇拝されていた。これがホルス神殿にあるホルス像ということになりますね。そしてこれがホルスのシンボルです。なぜこんな簡単なことがわからなかったのかなということにもなるわけですけども、このホルスのシンボルマークとアフラマズダーのシンボルマークを比較してみてください。これでもわかりましたね。この両者は全く同じと言っていいほど酷似しているわけです。羽のラインの描き方、それから足が細いですね。くるくると巻いている表現の仕方、それからこの尾羽ですかね。尾羽と言っていいんでしょうか。となりますと、ホルス神殿に描かれている、鳥頭人間とアフラマズダはこうして一致するということになるわけです。すなわち、
私たちは別々に考えてますけども、エジプトのホルス。そしてこれがですね、ニムルードに残る、ごめんなさい、これはメソポタミアですね。メソポタミアに残る壁画ですけども、ここに足がありますね。この足は、歩行補助装置をつけていますね。ここだけを見るとちょっとわかりにくいんですけども、頭を見てください。鳥の頭をしていますね。で、これはバードヘッドであると。で、鳥の頭だということですよね。そして、足には歩行補助装置をつけていると。となりますと、これはアフラマズダだということになるわけですよね。で、これが歩行補助装置であるということはですね、もう少し後で説明しますけども、この神の足はどれが本当の足なのかと言いますと、細くてスーッと伸びているのが本当の足ということになるわけですけどもね。いわゆるじゃあこれは誰かと言いますと、アフラマズダということになるわけですよね。シンボルマークが同じであった。そして頭が鳥である。そして、これが誰かといえばアフラマズダ。この鳥の足がその証拠ということに逆になるわけですよね。で、この足とそれから歩行補助装置の間に隙間があって、その向こうの、布らしきと言いますかね、衣服らしきものが透けて見えているということですね。これがもう動かぬ証拠ということになります。すなわち、ホルスイコールアフラマズダ。そしてここに描かれているのはアフラマズダということになります。すなわち、神の中の神。ですから、頭の形がですね、鳥になっていても何らおかしくないということになります。こうして証明していくわけですよね。裏付けと言ってもいいんでしょうか。要するに、こうしてこれがですね、鳥の足、この黄色い部分が足ということになります。ホルスの神の足、それからアフラマズダの足と一致し、そしてホルスの頭は鳥である。そして、アフラマズダの顔も鳥であるということになるわけです。ところが人間の、頭をした、こうした神も見つかっているわけですね。じゃあこれは何かということですけども、当然、オーバーロールヘルメットということになります。こうしたオーバーロールヘルメットも見つかっているんですよ。そしてこの神の足もやはり歩行補助装置をつけているのがわかりますね。ただこの場合はややこの間の隙間にですね、向こうの、布と言いますか、それがちょっと見にくいんで、一応、ペンディングということをしてますけども、左2つと比べてみていただきますと、この神もやはり鳥の足を持った神であるということはこれでわかるわけです。そして上がホルスのシンボルマーク。そして下がアフラマズダのシンボルマークということになります。こうしてつなげてみますと、アフラマズダイコール、ホルス。ホルスイコール、鳥頭人間。すなわち、アフラマズダも鳥頭人間ということになるわけです。こうしてアフラマズダのですね、真の姿というのが浮かび上がってくるわけです。そしてこの足のね、細い黄色い部分が足ですけど、それが証拠になると。そして足がくるくるっと伸びている。そしてアフラマズダの、いわゆる象徴のなっている足もくるくるっと巻いていますね。こうして、神々が、一連のですね、つながりを持ってつながっていくということですよね。で、これらは皆鳥の足を持った神であるということです。すなわち、アフラマズダというのは、鳥頭人間であったということがこうして証明されていきます。で、もう一度、エトフ神殿のこの、カモイの壁画を見ていただきたいんですけども、じゃあどうして頭が丸いかということになりますね。これも私随分長い間疑問に思っていました。すでに前回このビデオを作ってから2年以上の年月が経ちましたけども、ここでその以後ですね、この頭の大きいいかにも、なんて言いますか、映画に出てくるようなエイリアンの姿をですね、追い求めてきましたけども、今のところ見つかっていません。となると、この頭は何かということになるわけですね。しかし、これは、このホルス神殿の性格を考えて、最高神、すなわちホルス神、すなわち、鳥頭人間の神であったということになるわけです。で、このオーバーロールヘルメットが一つのヒントになりましたんですね。これは、ニネベで見つかったヘルメットだと思いますね。アカデミアピ時代のものであると。そういうものですね。で、これがギルガメシュですね。で、ギルガメシュ、イコール、今のヘルメットの人というふうに考えられるわけです。その称号はですね、また別のところにしましたけども、こうしたオーバーオールヘルメットが見つかっている。なぜオーバーオールヘルメットが必要であったかと言いますと、直接的には人間に、顔を合わせることができなかったんじゃないかというふうに私は考えています。何かの理由があったんでしょうね。そしてこの右がですね、ギルガメシュですね。ウルのギルガメシュです。ギルガメシュ物語のギルガメシュですよ。そして部分的に見ていきますと、極めて、細かいところまで一致するわけですね。この髭も2段になっているところも同じですし、髭のコンセプトも大変よく似ている。すなわち、ここで言いたいことは、古代の神々は日常的に特に人間と会うときにはヘルメットをかぶっていた。ということなんですね。で、このヘルメットということを考え合わせますと、この、
エトフに残ってる、この鴨居に残ってる浮き彫り、レリーフのですね、この頭は何かというんですけども、ヘルメットと考えられるわけです。頭はこうした鳥頭人間だったと思われます。それは今、証明してきましたので、ですから、こうした、なんて言いますか、地上へ降りてきた時にはですね、地球上の大気、その他のいろいろ問題がありますから、当然こうしたヘルメットをかぶっていたと考えてもおかしくないわけです。あくまでもここの部分は仮説と言いますか、一つのストーリーというふうに考えていただければ結構ですけども、こうした大きな頭になっているのは、こうしたヘルメットを特にこのアフラマズダーは被っていたということになるわけですね。で、結論ということになりますけども、これが先ほど言いましたように、ホルスのシンボルマーク、下がアフラマズダーのシンボルマークです。この両者が同じと考えれば、古代の神々の謎が解けてしまうと同時に、一つの神につながっていくわけです。そして足のコンセプト、細い足などに注意してください。そしてこのコンセプトですね。体の輪。それから考えますと、ホルスイコールアフラマズダーということになります。すなわち、これがアフラマズダーの顔ということになるわけですね。これがその顔がホルス神殿に残っていたということになるわけです。いかがですか？これからおいおいね、その細かいところを詰めていきたいと思います。ですから、このアフラマズダーイコールホルスということになりますと、ここに描かれているのはアフラマズダーということになるわけですね。鳥頭人間。この頭がですね、いわゆるエジプトのエトフでは、ホルスとして描かれているということですね。ホルスとして描かれているということですね。その証拠にと言いますか、この手に注意してください。ここに、俗に言う松ぼっくりを持っています。松ぼっくりのような形をしてから松ぼっくりというのかもしれませんけども、松ぼっくりではないかもしれませんよ。よく似た形ですね。で、それと同じものがですね、ローマンカトリックの、いわゆるバチカンに飾られているということですよね。これは松ぼっくりの広場というふうに呼ばれているところに、これが飾られているそうです。これが、その証拠ということになりますね。言い換えますと、ローマンカトリックは、そうした神への歴史を引き継いでいるというか、ひょっとしたらその歴史を知り尽くしているのではないかということになります。というのは今日のビデオの話でした。古代の神々、すなわちホルスと少なくともアフラマズダーは同一神であった。そしてアフラマズダーの顔は鳥頭の人間であったということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the Egyptian gods in ancient times, Egyptian gods who came from Sirius, and it's my pleasure that I can show you the fact with evidence. Cynthia Isis Anderson writes as follows. As a bright star of Isis shone briefly before mingling her light with her divine grandfather Ra, the god of the sun, great joy and reverence spread throughout Egypt, for the arrival of the Nile star meant salvation and life for all in the land. 古代エジプトの最高神といえばイシスということになります。その夫がオシリス。オシリスは兄弟の裏切りにより殺されます。で、その息子のホルスが仇を取ります。イシスとオシリスの大恋愛女児物語はこうして生まれますが、ラーの目、あるいはホルスの目とも言われています。シンボルマークの目の下の線は、イシスの涙が流れる様子を表現したものと言われています。で、ホルスですが、頭が鳥で表現されるので、鳥頭、つまり鳥頭人間と誤解されやすいですが、実際そうであったかどうかは別としてですね、頭にすっぽり被る鳥の頭をしているオーバーロールヘルメットも見つかっています。古代エジプトでは神々はオリオン座のどこかの星から来たということになっていますが、実はシリウスからでした。そのことをこのビデオの中で証拠を添えて証明します。古代エジプトの神々はオリオンからではなくシリウスからだったのです。もっともオリオンとシリウスは言うなれば隣同士、位置的に区別することはできません。それはともかくも、まずシリウスと古代エジプトの神々の名前を比較してみてください。それぞれの神々がシリウスという名前の一部を取ったり、
並び替えたりしているのがわかります。私も若い頃、ミノというペンネームを使っていました。生まれ故郷が岐阜県の美濃市だったからです。そうしたこだわりがあるわけですね。で、シンシア・イシス・アンダーさんの冒頭の文を訳していましたので、どうかお読みください。で、昨日、アフリカのドゴン族の謎についてのビデオを作りました。驚くべき謎を秘めていました。ドゴン族はシリウスが三重の、つまり三連星であることを知っていたのみならず、その公転周期も50日と正確に知っていました。さらに太陽系についても、例えば木星には環があること、そしてさらには木星の衛星についても詳しく知っていました。ドゴン族自身も昔シリウスから来たインストラクター神がですね、神がですね、そうした事実を教えてくれたと言い伝えています。こうした事実、つまりシリウスが三連星であるなどといったことはですね、人間が近年になって初めて知ったことです。で、そのドゴン族の残したアーティファクトには明らかにエイリアンと、あるいはエイリアンを思わせるものがあります。で、これが今、皆さんにご覧いただいているのが、そうしたその紋章ということになるわけですね。で、それについて、一部、詳しくはこの続くビデオの中で紹介しますが、ドゴン族とシリウスの不思議な関係という一部分を皆さんに紹介します。で、シリウスは最も、天空でですね、明るい星であると。で、それが二連星ですね、正しくは。三連星であることが分かったのは、1920年以後なんですね。三連星と分かったのは、極めて近年です。で、ドゴン族はなぜこうした事実を知っていたかということなんですね。で、ドゴン族によれば、インストラクターガーズ、指導教官が神っていうんですかね、シリウスから降りてきて、その知識をドゴン族に与えたというのですね。つまり、現代科学が知る前に、ドゴン族はその事実をはるか昔に知っていたということなんです。で、それを具体的に示したのはこの図ということになります。月のように衛星がまた衛星を持っているというふうにしてぐるぐる回っている。左がドゴン族の天空の、シリウスの模式図です。右が現在の科学で分かっているシリウスの模式図ですね。そして50日周期に元に戻るのだそうです。こうしてですね、ドゴン族の残した紋章と、それから現代科学の、で分かった事実がですね、こうして一致した。すなわち、ドゴン族が迎えたところのそのエイリアンっていうのは、シリウスから来たエイリアンであることには間違いないということ、こういう形で証明されていくわけですね。ありえない偶然。すなわち、そこにはエイリアン
私たちが ET と呼ぶエイリアンの介在があったということになるわけです。で、これがドゴン族が残している、いわゆるアーティファクトになるんですけども、この右のアーティファクトですね。で、皆さんをカルナック、ナイルへと案内いたします。ここがドゴンです。で、そこから3900キロほど離れたところに、エジプトのナイル川沿いにカルナックがあります。冒頭に挙げました、イシス神の本拠地ですね。で、これがカルナックですけども、古い写真が手に入りました。で、ここの壮大な寺院が建っているわけですけども、このカルナックは皆さんご存知のツタンカーメンの、買って住んでいた寺院ということになります。で、このツタンカーメンについてですね、キャビテ最近新しい情報が入りましたので、それを簡単に説明いたします。これは、ツツですね。キングツタンカーメン。で、新しい字というのはですね、実はツタンカーメンの母親の、いわゆるその、正体が分かったということですよね。で、それをこれから説明しますが、この、ミイラが見つかったことにより、DNA 鑑定が済んで、そしてその結果として、今まで従来の説をひっくり返す説が浮かび上がってきました。すなわち、ツタンカーメンのはですね、一組の祖父母しか持っていなかったということです。それを簡単に説明しますと、これが、アメンホテップ3っていうんですかね。そしてみんなですね、おばあちゃんです。クイーンティアです。そしてアクヘナテン、お父さんが生まれますね。そしてこのお父さんの兄弟に6人の姉妹がいるわけです。その中の一人がネフェルティティであり、もう一人、名前わかりませんけど、右のヤングレディっていうふうに名前付けられている女性がいるわけですね。そのアクヘネテンとヤングレディの間に生まれたのがツタンカーメンであり、そしてネフェルティティとアクヘネテンの間に生まれたのがメリタテンということになるわけです。今までいわゆるその、ツタンカーメンのお母さんは分からなくてですね、人間であったという説が有力でした。で、これがツタンカーメンの6人のおばさんということになるんですね。すなわち、右にいるのが、ツタンカーメンのお母さん。そして一番左にいるのが、ネフェルティティですね。ツタンカーメンの次の、妻にもなり、メリタテンの母親にもなるというわけです。で、これがツタンカーメンですけども、もう一度そうなってきますと、どれがね、どの人っていうことは分からなくなってくるわけですね。みんな頭が大きいということでですね、今まではメリタテンか、あるいはネフェルティティかというふうに、言われていたんですけども、このように、ずっと並んでいく。ともかくもう大切なことは、お父さんのですね、アクヘナテンの兄弟がみんな姉妹はこういう頭をしていたということですよね。そこが重要なんです。そういうことで、その中の一つの像ですね。おばかもしれませんし、ひょっとしたら、ネフェルティティかもしれませんし、あるいは、メリタテンかもしれません。その顔とですね、ドゴン族に残っているこのアーティファクトの顔と比較してみてください。全く同じであることに気がつくんですね。で、皆さん自身で、判断していただきたいんですけども、ここが今日のポイントということになります。で、比較してみますと、後頭部の方へ頭が長いと。そして耳があると。で、これはですね、後で申し上げますけども、別の謎を解く鍵になりました。で、頭が平べったくて、そして後ろの方に長いですね。後頭部の方に長いということです。顎のコンセプトも大変よく似ています。すなわち、カーナックで見つかったこの像と、そして、ドゴン族に残っているアーティファクトがこうして一致したということですね。で、結論をもう一度簡単に説明しますと、ここが重要ですから、イシス、オシリス、そしてホルスといるわけですけども、ホルスはこれはオーバーロールヘルメットを被っていた。何か理由があってね、被っていたのだろうと思います。で、この、いわゆるその、アイロブ、ホルスの目がですね、これは涙を流しているイシスを表していると、私はそういうふうに考えます。そしてですね、もう一度言いますと、イシス、オシリス、そしてホルスの名前をこうして並べています。そして中央に、シリウスを置いて、シリウスという、スペリングと並べています。スペリングそのものをね、並べて比較するのはちょっと危険なことですけどもね。というのは、時代によってスペリングが違っているはずですからね。ともかくも、シリウスの部分的な一部分を取ってですね、そして文字を並び替えたり、して、この上の3人の神々の名前が決まっていると。こうして、これ偶然の一致と言うべきなのか、その、スレスレのところですけどね、偶然の一致はちょっと言い難いんじゃないかと思います。そして、ドゴン族の話に行きますけども、ドゴン族には、現在の科学でも、やっと分かったようなことをすでにドゴン族は遠い昔に知っていて、そして彼らの神々がね、彼らが言うにはシリウスから来た神によって、教えられたということなんですね。その証拠の一部がこうして今紹介されているわけですけども、この表のですね、こうした文章がですね、
ティブクツという町だけでも1万枚以上見つかっているというんですね。左がドゴン族、そして右がですね、現在科学で分かったシリウスの運行の様子を表したものです。で、こうして比較してみますとですね、本当によく似てると言いますか、三連星がですね、回って、これはもう極めて高度なね、天文観測装置、もっと分かりやすく言えば望遠鏡がないと分からないことなんですね。望遠鏡があっても分からないかもしれませんよ。そして、もう一つそこでエジプトに戻りますけども、これツタンカーメンですね。ツタンカーメン家族ですけども、左の上がおじいちゃん、そして右がおばあちゃん、そしてお父さんのアクエナテンが生まれて、で、お母さんのネフェルティ。これは今度で、その最初のお母さん、誰かヤンガーレイディって書いてます。そのお母さんと、アクエナテンの間で生まれたのがツタンカーメンで、アクエナテンとネフェルティの間で生まれたのがメリタテンということになります。そしてこの真ん中にいるのがツタンカーメンの像ですけども、そして周りのおばちゃんですね。おばちゃんたちと頭と比べてみますと、大変頭がよく似ていて、そして特にこの右の上の、像ですね。これとドゴン族に残っているアーティファクトと、形が一致したと。すなわち、簡単に言えば、ドゴン族が言うように、アフリカに降り立った神はですね、シリウスから来たということになるわけです。こうした証拠がですね、ドゴン族のアーティファクトの中から見つかったということですね。そして、それでハイブリッド人間か混合種か、それはわかりませんけども、できた人たちがツタンカーメン家族というふうに考えるのは、ごく自然なことだと思います。そして、このシリウスですね。上がシリウスです。で、そのシリウス、彼らは、すなわち、シリウスから来た ET であるということに、私は結論付けます。で、もう一つの事実なんですけどもね、じゃあ、今までエジプトでは神々はオリオンから来たということになっていると言われてますね。特にピラミッドの並べ方はオリオン座と同じだなどという説もありますけどもね。じゃあ、オリオンとシリウスの関係ですけど、右上がオリオンで左下がシリウスです。いわゆる隣なんですね。ですから、そんなに離れていない。ということになるわけですね。そこでちょっと、別の角度からですね、そのオリオンと、それからシリウスの関係と、それからピラミッドと、そのあたり、シリウスのあたりに何かあるんじゃないのかなと思って調べてみたんですけども、見た感じ、何もありませんでした。で、右上がピラミッドの位置ですね。そして一応、オリオンの位置にあるあたりを調べていました。このような、何かしらの工事といいますか、発掘跡といいますか、これは何であるかはわかりませんけども、これ現地行って調べるのが一番いいわけですけどもね、何か、発掘の跡といいますかね、鉱山跡のようなものがこのあたりにあるということです。イコールこれがですね、オリオンの位置と一致するというわけでもありません。で、もう一度結論を申し上げますと、左が、カルナックで見つかった、像ですね。そして右がドゴンで見つかったアーティファクトです。で、これが同じであるということは、ドゴンの神様たちはシリウスから来て、そして、人間が知れない知識を残していったということですね。そして、同じ頭を持った人がですね、カルナックに現れた。それがツタンカーメン家族だということになるわけです。それで一つだけ注意しておきたいんですけど、ここで一つ謎が解けたんですね。これが、メリタ天下、いわゆる、アクヘナテンの、姉妹、兄弟ということになるんですけどもね、それと右のですね、パラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨と比べてみますと、やはりちょっと違うんですね、形がね。ですから、超等人間も2種類ある。なぜ超等になるかと言いますとですね、参道の大きさには限りがあるわけです。そして頭をね、どんどん大きくしようと思ったら、超等、長い頭になるしかないわけですね。人間の視覚系もやがて長い頭になるだろうと言われています。それは母親側のね、参道に、限界があるもんですから。そしてですね、なぜこの頭は大きくなるかと言いますとですね、脳細胞っていうのは死滅しないんですね。死滅しないことによって子供の頃の性質をですね、そのまま大人になっても残せるわけです。ですから、脳細胞の数を多くすることが、結局は長生きすればするほど、長寿になればなるほど、脳細胞の数を大きくするために、超等になるしかないわけですね。ですから、超等人間というのは、ある意味で、知的生物の進化系だということにもなるわけです。もちろん参道が大きくなればいいんですけども、こうしますとまた母親に対する負担が大きくなりますからね。ということで続くビデオをどうかご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in Wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Cade.com website. Ancient Cade.com website starts its story as follows by saying, "The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language and is translated as a glowing star or bright star.
And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dogon tribe in Africa. According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali, on mathematics and astronomy established in Mali Empire. That is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient could come right like this as well. How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge with the tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブトゥクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシリウスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パーツと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は紛れもなく知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。これを見てですね、人間というべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいましたスウェーデンのゴットランドで見つかった、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、掘り込まれているエイリアン。博物館の方では怪物ということになっていますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだものだと考えています。実に精緻と言いますか、奇妙なブローチ。大英博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ台の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが2人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロールキー、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると。私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、
デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。それはともかくも、こうして比べてみますと、ここに、掘り込まれている、ここにですね、説明ありますけど、10世紀頃、スウェーデンのゴットランドで作られたものであると。で、ここに掘り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね。それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO の内部だというのはこじつけなのか、それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターともありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、人物と、そして、ドゴンの、発掘物の中にある像とですね、大変っていうかよく似ていると。似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか。長い頭、低い頭、そして奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中の、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。
で、検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。で、もう一度このティンブツクの町、右がティンブツクです。そして左が矢の山、マウントアローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトゥフです。エジプトのエトゥフですね。私が、この壁画からですね、このエトゥフは宇宙へのエイリアンたちの、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。縦線はポパカティピティ、すなわちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、いわゆる、ティンブツクのそばを通ってエトゥフに行くということですね。ということで、今日はドゴン族の謎について考えていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!